速報です。本日未明、一方的な贖罪行動を繰り返していた不法侵入者が家主による過剰防衛で射殺される事案が発生。現場には神様の仕業という致命的な解釈違いと、手遅れになってから既読がついた大量の貢ぎ物が散乱しており、リスコミュニケーションが招いた最悪の結末に現在も動揺が広がっています。ゴン、お前だったのか。いつも栗をくれたのは。青い煙の向こうで小さくうなずく狐の影。放課後の雑談ラジオ国語対話、案内役の MC です。ごきげんよう。文学の裏ジャンルを暴く分析官猫です。さて今宵のテクストは新見南吉のゴンギツネですね。出ました。国民的定番教材。私も小学生の時に読みましたよ。氷柱さんとゴンちゃんの種族を超えた心の交流、思い出すだけで尊いがあふれます。実に平和な解釈ですね。その尊さの裏に潜む致死性の猛毒に気づいていないとは。毒？何言ってるんですか？ほら見てください。今回のために描いてきたイメージイラスト。夕焼けの中で氷柱さんとゴンちゃんが微笑み合ってる感動のシーンです。ほう、実に見事な伏線ですね。これは界隈がざわつきますよ。まさかの高評価？やった、私の芸術的センスが伝わりました。このまがまがしいほどの赤の使い方はまさにこの作品の本質、報われない限界オタクの末路を描いた世界系ディスコミュニケーションホラーのパッケージそのものですから。はあ？オタク？ホラー？今月ねってそんな殺伐とした話でしたっけ？ゴンの行動は推しに認知されたいがために身を滅ぼす匿名スパチャの暴走に他なりません。あなたの絵はその後に訪れるバンというバッドエンドを完璧に予言しています。バンって言い方、私の知ってる美しい思い出を壊さないでくださいよ。学術的には美しい物語ですが、現代的視点では完全に解釈違いですね。教科書の美談という皮を剥げば、そこにあるのは相互不理解の地獄絵図。なんか急に怖くなってきた。でもそこまで言われたら確かめないわけにはいきません。その恐ろしい真相、見せてもらいましょう。ではここからは物語のあらすじを時系列順にサクサク見ていきましょう。まずは主人公小狐のゴンの登場シーンからですね。メタ構造としては重平という老人からの伝聞形式ですね。ゴンは村のアウトローにして孤独な破壊工作員であります。そうなんです。芋を掘ったり放火したり、そして運命の日、氷柱が捕まえたウナギをゴンが川に逃がしちゃうんですよね。首に巻きついたまま逃走とか完全にギャグシーンなんですけど、実に見事な死亡フラグの建設作業ですね。そのウナギ強奪が後に修復不可能なバグを引き起こすとは知らずに。そして10日後、ゴンは真っ赤な彼岸花が咲く中で氷柱のお母さんの壮烈を目撃します。あのウナギは病気のお母さんのためだったんだって気づくシーン、ここしんどくないですか？ただのあだ面が間接的な殺人になってしまった。罪悪感というパラメーターがカンスとした瞬間です。で、反省したゴンは償いをしようとするんですけど、最初にやったのがイワシ泥棒。盗んだ魚を氷柱の家に投げ込むとか、もう非合理の極みですね。結果氷柱はイワシ屋に殴られ二次被害を受けるわけです。ちょっと待って、そこ黙ってられへんわ。償いや言うて泥棒品を押し付けるとか思考回路どうなってんの？自分が良ければそれでええんか？人様に迷惑かけんと自分の店に義理なはれ。MCC ロジックが鋭利すぎません。とにかくゴンも反省して、そこからは毎日栗や松茸を拾って届ける地道な労働にシフトしましたね。こほん。はい、そうでした。誰にも見つからないように毎日こっそりと、いのけな推し活の始まりですよ。でもある月夜の晩、氷柱とカスケの会話を聞いちゃうんですよね。残酷なシーンです。毎日栗が届くという氷柱に対し、カスケはそれは神様の仕業だと断定する。ゴンの努力が運営に搾取された瞬間です。俺じゃない、神様にお礼を言うか。このゴンの独白、切なすぎます。承認欲求が満たされないまま、翌日運命の裏口侵入へ。
氷柱からすればうなぎ泥棒の最大種。防衛本能として火縄銃のトリガーを引くのは生存戦略として必然の挙動でした。ドンという音とともに倒れるゴン。駆け寄った氷柱が見たのは土間に置かれた栗と青い煙、そしてあの命題詞です。ゴン、お前だったのか。いつも栗をくれたのは。ゴンはぐったりと目をつぶったままうなずく。相互理解が成立した時にはすでにシステムはシャットダウンしている。美しくも致命的なバッドエンドです。何度読んでも涙が。でも泣いてばかりもいられません。続いてはこの悲劇を科学と現実の視点で解剖するこちらのコーナーです。さて、ここからは現実という名のバグのコーナーです。感動の涙を拭いて物語を冷徹な視点で分析しますよ。猫さん、準備はいいですか？待ってました。感情というノイズをフィルタリングし、法医学的かつ経済学的なメスを入れる時間ですね。かわいそうという情状酌量を捨て、事実だけを見つめましょう。はい、さっきのあらすじを聞いていて、私どうしても納得できないことがあって、ところで私気になります。おや、何ですか？ MC 氏の気になりますはいつも不穏な予感がしますが。あんたな、これ読んでて一番イラッときたんがうなぎのとこや。今の時代、国産の天然うなぎなんか言うたらうな重の特上で5000円はくだらへんで。へえ、急に解像度の高い主婦目線。確かに当時の農村における動物性タンパク質、特にうなぎの栄養価は病人の生存率を左右する貴重なリソースですが。せやろ、それを平重藩病気のおっかーのために必死こいて取ったんやろ。それをいたずらで川に捨てる。ゴン、あんたな、それはもう可愛いで済む話ちゃう。食いもんの恨みは恐ろしいで。まさにおっしゃる通りです。刑法235条の窃盗罪に加え、結果的に母親の栄養補給をただったという意味では、未日々の行為による、間接的な殺人未遂とも解釈できます。法的にも情状酌量の余地なしですぞ。しかもその後お詫びや言うてイワシ泥棒して平重に濡れ組着せるやろ。おかんが一番許せんのはな、善意なら何しても許されると思ってる浅はかさ。誰かの不幸の上に成り立つ償いなんかメッキ剥がれて当然やろ。ごもっともです。イワシ売りの被害届が出れば平重氏は冤罪で逮捕されるリスクもありました。これは償いではなく新たな法的リスクのプレゼント。完全にバグった救済措置です。栗とか松茸とか持ってく前にまず土下座してうなぎ代弁償せんかい。きっちり金銭換算して請求書送ったろか。神様の仕業とか言われてる暇あったらワイやでって名乗り出なはれ。それは野生動物には発話能力がないという生物学的性格が、しかし行動生態学的にはリスクを冒してでも視覚的なアピール、つまり姿を見せる行動が必要でしたね。生存戦略としてのほうれん草の欠如が死を招いたと。ほんまそりゃ、死んでからうなずくんやなくて生きてるうちに尻尾振れ。コミュニケーションコストをケチるから自分も平重さんも損するんや。失礼しました。つい母性が暴走してしまいました。うわ、 MC 氏のリアグという名の暴力凄まじいですね。私の論理回路もオーバーヒート寸前ですが、結論としてはコミュニケーション不全による相互破壊ということでよろしいでしょうか？ええ、完璧なまとめです。どんなに美しい悲劇もお母ちゃんから見ればただの連絡不足ってことですね。さて、熱くなったところですが、続いてはこちらのコーナーに参りましょう。では視点を変えましょう。この悲劇的な物語がなぜ長年教科書に載り続けているのか、その裏コードを読み解く時間です。待っていました。ここからは文学論ではなく、国家による強力的洗脳システムの解析フェーズに入ります。覚悟はいいですか？洗脳？でも作者の新見南吉さんってこれを書いた時まだ18歳だったんですよね。そんな深い意図があったんですか？新道自身の意図は純粋な古絶の描写だったでしょう。しかし文部科学省がこれを小学4年生のカリキュラムに組み込んだのには、恐るべき隠れたカリキュラムが存在するのです。隠れたカリキュラム？なんですかそれ。なんだか都市伝説みたいで怖いです。ズバリハイコンテクスト文化のスパルタ教育です。欧米なら
言葉にせよさもなくば死だと教えますが、この作品は逆。黙って察しろ、失敗すれば撃たれるぞという日本社会特有の理不尽な空気読みゲームを叩き込んでいるのです。うわー、言われてみればゴンと標準は一度も会話しないってコミュニケーション教育としては最悪の教材ですよね。その通り。発達心理学的にも10歳という年齢は他者の視点を獲得する時期。そこにこのディスコミュニケーションの死をぶつけることで、察する能力がないと社会的に抹殺されるという恐怖を脳の深層領域に焼き付けているのです。ひどい。私たちのトラウマは社会に出るための空気を読む訓練だったってことですか？先生たちそんなつもりで授業してたの？さらに残酷なのが贖罪の構造です。罪は労働では相殺されず、自己の消滅によってのみ浄化される。このメシ方向的な美学を刷り込むことで、我々は無意識のうちに自己犠牲を美徳とするようプログラムされているのです。もうやめて。ゴンギツネが社畜養成マニュアルに見えてきました。純粋に感動してたあの頃の私を返してよ。へへへ、真実は常に残酷なものです。ですが、この理不尽への予防接種を受けたからこそ、我々は日本の組織社会で生き延びているとも言える。皮肉な話ですがね。はあ、深すぎて酸素が足りません。でも今の私たちならこの物語にもっと違う反応ができるはずですよね。続いては現代のネット社会がこの悲劇をどう見るか覗いてみましょう。キンコンカンコン。あ、そろそろ放課後のチャイムが鳴りそうです。猫さん、教科書を閉じて机の上のお勉強モードは片付けちゃいましょう。公式サーバーからログアウトし、ローカル環境でのモッド入り雑談の時間ですね。ここからは文部科学省の検閲を逃れたアンダーグラウンドな情報戦です。もうまた怪しい言い方して。でも今のネット社会でゴンギツネが公開されたら SNS とかでどんな反応になるんでしょうね。学術的、いやネット民族学的に分析すれば間違いなく炎上案件でしょうね。ゴンの行動は現代でいうところの匿名スパチャまたはステアカからの凸ですから。匿名スパチャ。ああ、確かに名前を名乗らずに高額な栗や松茸を投げ銭し続けるって推しからしたら認知のしようがないですよね。さよう、界隈では推しへの解釈違いとしてスレが立ちますよ。剣、秘宝、ストーカーギツネ、推しの自宅に不法侵入してバンされる WWW というまとめサイトのタイトルが目に浮かびます。うわー、タイトルが釣り動画みたいで嫌だ。現代のタイパ重視の価値観だとゴンの堅肉な回り道は効率悪いって切り捨てられちゃうのかな。ここで一つ私が物流ラストワンマイルの専門家としての視点を提供しましょう。この悲劇の最大要因は感情ではなく配送プロセスの不備につきます。はい？急にそっちですか？猫さん、いつから物流コンサルタントになったんですか？いいですか MCC。 ゴンという配送員は置き配を選択しましたが、致命的なことに配送完了通知のシステムがなかった。いわば彼は伝票を貼り忘れたウーバーイーツなんですよ。伝票貼り忘れ。言われてみれば誰から来たかわからない食べ物が玄関にあるって普通にホラー案件ですよね。その通り。もし彼が栗と一緒にゴン配送サービスという納品書を1枚添えていれば顧客満足度は向上し、発砲という最悪のクレーム対応は回避できた。これは現代の物流クライシスに通じる教訓です。悔しいけど妙に説得力がありますね。ちなみに猫さん、ゴンが置いてった松茸って今の価値だとどれくらいなんですか？当時の里山では雑草扱いですが、現代の相場なら国産松茸を毎日数本ざっと見積もって1回数万円の貢ぎ物になりますね。は？数万円？ちょっと待って。おや MCC 目つきが。あんたな、毎日数万円のキノコ勝手に送りつけられるとか、そんなん恐怖以外の何もんでもないやろがい。標準犯も神様とか言うてんと警察呼びなはれ。前回に続きまたしても金銭感覚に厳しいおかんモードが発動した。ちゃうねん。うち実家にお歳暮で松茸届いた時も虫おるかもしれん言うて新聞紙の上で必死に掃除させられたんやで。ありがたみより手間の方が勝つんや。知らんけど
掃除の手間まで考慮するとは、さすが生活力の鬼。しかしこの作者の新見カム吉という男もなかなかのこじらせ系でしてね。ご本失礼しました。つい庶民の血が騒いでしまいました。で、作者さんがどうしたんですか？実は彼、この超名作を執筆したのは若干18歳の時なんです。しかも日記には「俺なんてダメだ、でも有名になりたい」という承認欲求と自己卑下の乱高下から記録されています。18歳？まさに闇垢を持った天才少年じゃないですか。私なんて18歳の頃、パン屋のバイトで売れ残ったクロワッサンをこっそり食べて店長に死ぬほど怒られましたよ。クロワッサン窃盗罪。 MCC、 その食い意地のエピソード、ゴンのいたずらよりたちが悪いですぞ。もう若気の至りですってば。でもそう考えるとゴンギツネって遠い昔の話じゃなくて、不器用な男の子の SNS 裏垢を見てるみたいで、急に親近感が湧いてきました。ええ、時代が変われどコミュニケーションのエラーと承認欲求のバグは不変ですからね。次回もまたこの論理と感情の交差点でお会いしましょう。はい、それではまた次の放課後にお会いしましょう。せーの。にゃん。